はい、どうも、料理人 VTuber のたがり人でございます。ということで、今回のね、料理の方なんですけども、こちら。はい。鴨のコンフィでございますね。で、こちらなんですけども、フランスのどちらの方の郷土料理になるかというと、せーの、ドン。はい。フランス南西部の方のこちらねガスコーニュ地方とペリゴール地方の郷土料理になりますね。で、今回作るのは付け合わせの方にサルダリーズじゃがいものね付け合わせをつけますので、主にねこのサルダリーズというのはペリゴール地方のサルダというね町の名を冠しているじゃがいもの付け合わせになります。でこのじゃがいもはね、サルダの人たちからするともう鴨のコンフィをやるのに、サルダリーズをつけないのがもうまずありえないと言われるぐらい、絶対の付け合わせだったりしますので、ぜひぜひ覚えていってください。それじゃあね早速作り方の方行ってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方インフィニティします。じゃあいきますよ。せーのドン。はい、じゃあまずね、鴨の下処理からですね。まずいつも通りね、ペーパーで一晩しっかり水分を取った状態ですね。こんな感じになります。これは絶対やってください。水分しっかり取っていただいて。はい。で、こちら、タイムとローズマリーご用意ください。で、余分な油ですね。油火はもうしっかりね、ここで取っておきます。このね、股下あたりにあるね、この油なんかもしっかり取ってあげてください。こちらですね。でそこに、こちらね岩塩で塩をしていきます。両面ねしっかり塩をしていきます。だいたい塩の量は 0.8% でいってます。タイムとローズマリーを置いて、でその上に鴨を置きます。こんな感じですね。でラップをして一晩寝かせます。で、こちらは鴨油になりますね。ご用意ください。でこちらはじゃがいもですね。でニンニクでこちらが一晩経ったものですね。こうやってね水分が出てきますので、まずねこのタイムとローズマリー取ってあげて、で水分がねしっかり出てるのを確認してください。でこんな感じでまず取り分けていただいて、でここでまたペーパーでしっかり水分を拭ってあげてください。これがすごい大事な作業です。こんな感じになってれば OK です。はい、ニンニクはね、半分に切りまして、上の方は別のことで何かで使っていただいて、こちらの下の方を使います。で今から鴨油を溶かしていきます。もう温めるぐらいのイメージで、こうね全部が溶ければ OK ですので、こんな感じにね、そしたらもう火を止めていただいて、でねサイズのいい合うような鍋にですね鴨とこのニンニクを入れて油を注いでいきます。でここにタイムとローズマリーを入れてください。でここでとろ火でゆっくり火を入れていきます。こんな感じですね。で途中アクが出てきますので、これはねしっかり取ってあげてください。簡単に取れますのでね。でこの時にだいたいこの火加減でだいたいもう80度から90度になるようにやってください。いい感じですね。で途中でね温度が高くなってきたなと思えばこうやってね何かをかましてあげて一段高くしてあげて温度を調節してあげてください。こんな感じですね。でもししまった90度超えてきたなと思ったりとかですね、泡がこう強くねボコボコってなってる場合は慌てないでそのまままず火から離してください。こんな感じで。で例えばここから5分10分置いてからまた乗っけてあげるっていう感じで OK です。でだいたい2時間半経過しましたので、ここでね、ハーブは取っ
で一回ね火の入りを確認します。もうスッとねいきましたので、もうこれで OK です。でまずはこちらのね鴨の方からまず逃がしてあげます。別のねバットで、これはできれば熱いうちにやってあげてください。崩れないようにだけ気をつけていただいて、そーっとねやっていただいて、こんな感じですね。でニンニクはちょっと別で保管します。で油の方はこんな感じでね、ペーパーをかましてこしてあげて、こういう感じで、で一回氷水で冷やして一晩経ったものがこちらになります。これでね長期保存ができるような状態ですね。でこちらニンニクですね。でこちらがじゃがいもですね。ご用意ください。で、今からサルダリーズやるんですけども、本来、こちらですねだいたい5ミリなんですけども、今回私だいたい8ミリぐらいでカットしてます。で本来皮は剥きますが、今回は皮付きでいってます。で、こちらのコンフィの方はまず100度で10分ほどね温めていただくと、こうねオイルが溶けてきますので、これでね、コンフィが取り出しやすくなります。でまだねうっすらまだ固まってるのがあるので、ちょっとほぐしてあげながら周りのねオイルで溶かすようにしてほぐしてあげてから取ってあげてください。この作業は必ずやった方がいいですね。でよくね、油が取れましたら引き上げてあげて、ペーパーでよーく拭きます。これがものすごく大事な作業になってきますので、ここはね決して手を抜かずにしっかり油を取ってください。これはね後に理由がよくわかりますので。でこんな感じでしっかりね取っていただければ、でこの油も使います。でね、この油の方なんですけども、フライパンに多めに入れちゃってください。まずは多めに入れてください。で温めていきます。で、温まりましたらここにねコンフィを入れます。でなぜ多めの油かっていうことですね。今からこの油を使ってこのコンフィの周りにあるゼラチン質ですね、それをまず完全に溶かしちゃいます。こういう風に油をかけていってアロゼしているわけではありません。これは周りのゼラチンを溶かすために、表面をね温めてゼラチン質をまず出しちゃってますね。で、もうこんなもんで大丈夫です。もうこんなもので結構ですので、ここで一旦ちょっとここでコンフィを逃がします。この時はねまだ冷えてますので、持ち上げやすいというのがねあると思いますので、簡単に取れますね。はい。でこの油はボウルに逃がしてあげます。でちょうどね、この油も今温度ありますので、そこにね、サルダリーズの芋を入れていきます。もうねこれパッと入れちゃってください。もう余熱でまず軽くね、火を入れていこうっていう魂胆ですね。こんな感じで、これをまたね後ほど使いますので。でここでコンフィをここでねようやく初めて色目をつけていきます。火加減はだいたい中火ぐらいに持ってってますね。で、フライパンのヘリを使ってですね、カーブのところを使って、そこでね皮をできるだけ焼いてあげるようなイメージでやってあげてください。ただしあんまり無理に皮に全体につけようっていうことはあまり狙ってはやらない方がいいかもしれないですね。でこんな感じで色づけば OK です。大丈夫ですね。綺麗にいってますね。でだいたいこれぐらいの色がついたら一旦このねコンフィは逃がします。こんな感じですね。でもう一つの方も焼き色がつきましたら逃がします。いいですね。
はい、OK です。で、フライパンを洗わないで、そのままサルダリーズの油ごといっちゃってください。で、ここからサルダリーズに火を入れていきます。で、本来は、もっとね、油は少なく揚げ焼きぐらいの感じにするんですけども、今回ちょっと多めにしてます。厚みもちょっとありますので、一旦ここで火が入るまでやって、一回油逃がします。油を切って、で、ここからね、焼いていきます。で、フライパンに戻しまして、で、火をつけまして、で、塩ですね。で、パセリ。あとはね、表面しっかり焼き色をつけていただければ OK ですね。これで完成ですね。で、コンフィの方は、ここからね、200度のオーブンで、だいたい10分ぐらいですね。これは余熱なしで OK です。そうしますと、こんな感じでね、しっかり皮が焼けますのでね。では、盛り付けです。サルダリーズは本来ですね、皮を剥いてだいたい5ミリというのが大体のサルダリーズのサイズなんですけども、今回私は8ミリで皮付きでやってます。これはね、また後ほどご説明させてください。で、こちらね、ニンニクですね。で、こちらは埼玉県滑川市のゴールドトマトになりますね。こちらをオーブン焼きにしたものになります。鴨のコンフィサラダリーズ添え、いかがでございますでしょうか。では実食です。ほろほろ。このほぐれ方がコンフィですよね、やっぱり。このほぐれ方がやっぱりコンフィですよ。いや、これ絶対うまいな。いただきます。もうナイフあんまりいらないかもしれないですね。すっげえ柔らかいですよね、やっぱり。いただきます。この映るかな、このほぐれ具合ですよね。いただきます。で、このね、サルダリーズと一緒にいただきます。一緒にね、コンフィしたニンニクいただきます。もうね、ポコって取れますんで、こんな感じですよね。もうこれ絶対うまいやつですよね。最高です。もう行く前から分かりますね。じゃあいただきます。もうクリームみたいでうまっうまっ、うまい。いやー、うまいっすね。もう最高ですよ。で、このニンニクとこのコンフィ一緒にいきます。うまい。このホロホロ崩れていくこのコンフィの肉感のところに、このコンフィのこのクリームのように溶けるのがこうふわーって合わさって、最高のマリアージュですね。いや、うまい。こちらね、鴨のコンフィ美味しいですので、ぜひ作ってみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。鴨のコンフィサルダディーズ添えでございました。
ここからはね、ちょっと専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずですね、鴨の方に、打った塩の塩分量なんですけども、岩塩で 0.8% にさせていただいています。で、こちら、理由としましては、こちらコンフィにした時に、かなりですね、味がギュッとですね、強く出てきますので、1% まで持ってってしまうと、私は少し塩辛いかなっていう気持ちがあります。ですので、岩塩でしっかり旨味を引き出すっていうところで 0.8% っていう形で、抑えて、塩を振らせていただいております。はい。で、次がですね、このサルラディーズのところですね。今回私は自分の好みっていうのもあるんですけども、8ミリでカットして、かつ皮付きでやってます。で、本来のサルラディーズは、だいたい5ミリで皮はしっかり剥いてください。以前やりましたね、こちら。はい。鴨のね、胸肉の方でサルラディーズ添えさせていただいたんですけども、こちらはね、もう、サルラディーズの正しいやり方でやっておりますが、今回はこちらのね、皮付きでやらせていただいております。で、こちら、サルラディーズ、芋をカットしたときは絶対洗わないでください。洗わないで、そのままね、もう焼きに入っていただければ OK です。で、なぜ今回私はこの皮付きでいったかっていうところなんですけども、ちょっと想像していただきたいんですけども、コンフィ自体も茶色で、じゃがいもも揚げてしまえば茶色で、付け合わせのものっていうのが、サラダのところで色がつくかなみたいなところ以外はだいたい茶色なんですよね。ですので、モノクロマティックな感じになってしまうっていうところもあって、それであればワントーンなね盛り付けをしていくのに、このアクセントとして、じゃがいもの皮の色をこのモノトーンのね色の中の一つとして組み込んで盛り付けた時に、そういったね見栄えがするような作り方にしたっていうところにありますね。すいませんね。これフランスのサルラの人からすると、高見ふざけんなーなんて言われちゃうかもしれないんですけどね。そこはね、ちょっとね、ドレッセの時のこの盛り付けの反映のさせ方っていうところで、ちょっとね、私としては、そういう、田舎っぽい感じの盛り付け方をしたくて、こういう形の皮付きでサルダリーズを作らせていただきました。はい、今回ね、お見せしました鴨のコンフィ、こちらね、鍋でやるやり方、基本のコンフィのやり方になります。で、知ってる方からすると、いや、真空パックして低温調理でやった方が楽じゃないって意見が出てきそうなんですけども、そもそも論ですね、その真空パックでやるやり方とこの鍋でやるやり方っていうのは結果が違うんですね。で、まずそこら辺をちゃんとね、明確に言語化させていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、まずそもそも何が違うかっていうと、温度処理ですよね。まず鍋の方が、はい、こちらですね。80度から90度ですね。で、真空パックでやる低温調理の場合はだいたい50度から70度。これはね、使う中身によっていろいろ違ってくるとは思うんですけども、一般的な低温調理として、50度から70度帯で火を入れていくっていうところで、そもそもの火の入れ方が違うっていうところですよね。で、当然そうなってくると何が物質的に変わってくるかっていうと、水分含有量が圧倒的に変わってきます。で、鍋の場合は当然水分が抜けて蒸発していきます。で、真空パックの場合は水分の逃げ場がないんですよね。ですので、とどまるっていうところで、この2つの差がありますよね。で、2つ目が風合いですよね。これはですね、油で鍋でやる場合は、この肉のね、旨味が油に移っていきます。で、肉の香りも油の方に移っていきますので、全体的にマイルドな味わいになっていくんですよね。で、逆に真空パックの方はギュッと詰まった、逃げ場がないですので、ギュッと詰まった風合いになるんですけども、ハムみたいなね、食感になりますよね。で、逆に、このオイルでやる鍋でやる方っていうのは味がですねすごいギューッと凝縮された味になります。風合いは圧倒的に鍋でやるコンフィの方が風合いは強いですね。はい。
で、ホロホロ感もやっぱり違うっていうところですよね。もう動画でね、見せた通りに、こう、コラーゲンがね、こうゼラチン化していきますので、こう肉から身が外れるときにこのホロホロホロってこうほどけるのはもう絶対的に、このね鍋のやるコンフィの方があって、で逆にこの真空パックの場合はこう弾力のある柔らかさですよね。どちらかってこうちょっとねハムっぽいようなこう食感になっていくっていうところですよね。で比較まとめねこういう形で、出しておりますので、一度ねご覧いただければなと思っております。はい。こんな感じでね、似て非なる、調理法だったりしますので、一つね、知識として知っておくと、じゃあどっちでやろうかっていう選択肢ができます。どういう料理に最終的に仕上げようかっていう時のイメージをした時に、今あなたの中でイメージしている料理がコンフィなのか、それとも低温調理なのかっていうところでアプローチの仕方が変わってくるっていうところです。どっちがいい悪いとかではなくて、この比較を知っていくことで、調理の選択肢が変わるっていうところを考えていただけたら非常にありがたいなと思って、こちらの表をまとめさせていただきました。はい、でコンフィなんですけども、このコンフィの起源に関してお話をすると、古くはローマ時代とは言われてるんですけども、今の形になったっていう意味では、15世紀以降のですね、フランス南西部の農村から始まったっていうこのお話ですよね。で、冷蔵庫のない時代の時に、この秋に太らせたこの鴨をですね、屠殺して、その肉をね、冬の期間どうやって過ごしていくかっていうところで、この陶器のですね、壺でトゥーっていうものがありまして、で、このトゥーの中に、この空気をですね、完全に遮断して、で、もうこの、鴨のね、油ですよね。で、保存したのが始まりだっていうところですよね。で、だんだん技術革新がしていって、冷暗所であればこれ古い資料を読んでてびっくりしたんですけども、この数ヶ月からなんと1年保存ができたっていうことらしいんですよね。はい。でそういったところの、技術がね、あって、今の鴨のコンフィの形になっていったっていうところではあるんですけども、ちょっと面白い余談の話があって、19世紀の時ですね、缶詰技術がすごい発展開発された時に、フランス初の工業製品、ですよね。食品工業品として保存食としてですね、コンフィとかパテが抜擢されまして、でそれが軍の食料として、どんどんね輸出品になったりとか、遠方への進行に非常にね重宝されたっていう、記録もあったりっていうところで、なかなか古い時代から近代のお話まである逸話があるのがこのコンフィだったりします。今ではねフランス全土ですごい愛される、家庭の家庭料理の一つだったりはしますね。はい。最後までご視聴ありがとうございました。YouTube 公式の登竜門であるハイプ機能が、当チャンネルにも実装されました。スマホ限定の機能ではあるんですけども、公開からね、7日間、応援していただくことで、世界に、動画を広めることができる特別なボタンです。このチャンネルは期待の新人クリエイターの上位ランクに挑戦いたします。で、スマホ画面の流れ防止マーク、ハイプボタンから皆様の熱い応援を届けていただけたら大変嬉しいです。皆様とね、もっと一緒に大きなステージで料理できる日が来ることを楽しみにしております。ハイプボタンはどなたでもスマホ画面から3回まで、週に3回まで応援することができますので、チャンネル登録、高評価、そしてハイプネのご支援どうかよろしくお願いいたします。皆様鴨料理って何かね、好きな食べ方とかあったりしますかね。私はですね、パッと料理ってなるとなかなか難しいんですけども、食べ方として炭火で焼いた鴨はうまいですよね。これね、もうほんとね、もう抜群の火入れするのを食べた時に、ものすごい感動したことがあって、で、鴨はね、やっぱりそうやってこだわって食べられる、食材の一つかななんて思ったりしております。ぜひね、皆さんもね、鴨料理、こんなのが好きですみたいなのがあったら、ぜひぜひコメント欄に、書いてくれたら嬉しいです。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。